OK ですね。はい。時間になりましたので、始めさせていただきます。今日もよろしくお願いします。ドロです。よろしくお願いします。11時スタートできてるでしょうかね。はい。いつも不安の中で始まってるいい加減に。あ、すいません。そうそう、しめじいさん。そうそう。日曜仮眠のつもりが朝に。そうそうそう。全然いいですよ。多分ね、寝てるかなと思いました。はい。いや、僕だってね、僕もね、もしかしたらね、そういう時出てくるかもしれないなとちょっと思いましたよ。しめじいさんが日曜日は、お酒飲んでらっしゃるって言ってるので、きっと寝てらっしゃるなってすごい思いました。はい。全然。いいです。はい。はい。最初ちょっと和やかなところからちょっと今日厳しいお話をね、いろいろする前に、ちょっと楽しい話した方がいいかなと思って、今出してるのがですね、僕地元の、安城っていうところ、地元っていうか、まあ、ちょっと離れてるんですけど、のサイトになります。安城のデンパークっていうんですね。で、これ皆さん多分、地理で習ってないですかね。実は昔はチリで、この安城っていうのが日本のデンマークって言われてたんですよ。いや、今言わないのかななんか農業地帯というか。で、そういう、僕らは、まあ、愛知県なので、そういうことを習ったかもしれないんですけど、で、それにちなんで、この、安城のこの公園なんですけど、まあ、デンパークっていう名前を使ってるんですね。で、なんでここを、出したかっていうと、僕まあ、なんとかね、このライブの時に終わりに、とかそうですけど、花の写真を出してますよね。いつも僕のこう、汚い顔からこう、変わる時に、花の写真出してるじゃないですか。で、普段、カメラを持って、キャノン、まあ、日曜日でもちょっと話したんですけど、キャノンのカメラを僕ちょっと持ってて、一眼レフを持ってて、で、花とかを結構撮るのが好きなんですね。で、ちょうど、もう今時期、いつも、梅の花を撮りに行ってて、で、ここの、デンパークっていうところの、なんだっけ、こう、梅がちょうどね、いつもこの時期ね、咲くかなと思って、ちょっとホームページ見ても、明日が祝日じゃないですか。なんで、もしちょうどよかったら、ちょっと梅の花でも撮りに行こうかなって思っておりました。うん。皆さんどうなんですかね、そういうこう趣味じゃないですけど、うん。みかん城駅。そうです。みかん城駅です。そこです。はい。実はまあ、言っていいかわかんないけど、東雲さんも僕とちょっと近いところに、いらっしゃってて、はい。んで、僕も、まあ、僕はまあ、トヨタっていうところ、まあ、トヨタはもう、ね、トヨタ自動車ですごい有名なところですけど、隣がね、そのみかん城なんですよ。だから、変な話で、豊田市って、あれなんですよね、駅があるんだけど、大きい駅があんまりなくって、アクセスがすごい悪いんですよ。まあ、自動車のとこ、っていうかね、街なので、いいんですけど、すごく交通の便が良くないとこなんですよね。うん。まあ、で、明日、まあ今ね、ちょっとこう、ライブがやっとこうやって YouTube とか TikTok とかいろいろ配信も、まあ軌道に乗ってきたというか落ち着いたので、まあここから少しずつ、気分転換に、写真撮り行こうかななんて、思っています。はい。冬場にね、ちゃんとこうやって YouTube とかいろいろ株式とかできてよかったなと思いますけどね。日立のそこ知ってますよ。あれですよね、ネモフィラっていうかブルーの花がすごい有名なとこじゃないです？茨城県の、僕インスタを、今はそんなにやってないんですけど、インスタグラムをすごい当時やってて、で、よく5月ぐらいとか、日立のその、公園の写真とか見てましたもん。はい。花撮るのがね、
好きなんですよ。そう。ネモフィラ、そうなんですよね。はい。見ます。日立はね、遠いけどね、福島に行くときかな。はい。あっちの方には行きましたね。常磐線だったっけ？高速の方。いわきの方行く方。で、1、2回かな行きましたね。はい。ネモフィラいいですね。あれ、撮るの結構、難しいんです。広角で撮ったりするんですけど、綺麗にブルー一面でこうね、撮ったりするんですけどね。はい。今日ね、むずいお話をする前にこういうなんかほわんとしたのいいかなと思って、思いました。はい。ありがとうございます。それで、ちょっとね、最近その TikTok の話題もちょっと出そうかなと思って、どうも。おいでさん、はいはい、電パーク連れて、そうなんですね。そうなんですね。いいとこです。いいとこです。でも、写真撮る人にとっては面白いですけど、一人で、写真撮らない人だと面白くないかもしれない。なんて言ったらいいか、子供と遊ぶには面白いですけどね。ここにタワーみたいなとこがあって、なんていうかな。これなんだっけ。フローラルプレイスっていうのか。ここか。うん。ここにこれなんかドームみたいなとこがあるんですけど、ここ改装してて、去年、新しくまたなって、今ちょっと花どうかわからないですけど、結構、一年中楽しめる温室みたいなところがあるんですけど、そこで結構、そうなんですね。おいでさん、そうなんです。すいません、そうなんですねって言って。はい、はい。なので、何気にね、僕のライブ来てる視聴者さんは、意外にそう、名前変えようかなと思うぐらい、東海って書いてあろうかなと思ったんですけど、はい。地元ネタが結構出てきちゃうっていうかになります。そうですね。はい。その地元ネタでもないんですけど、最近その TikTok ネタっていうのは、実はもう一個、すいませんね、最初に、こんな話ばっかで。これですね。皆さんご存知ですかね、このおじさん。ちょっとこれ今、音聞こえるかな？ちょっと流しTikTok のこれパソコン版です。ちょっと流しますね。聞こえなければごめんなさいね。お花さんどうもよろしくお願いします。お疲れ様です。ちょっと聞いてくださいね。最近新しく視聴入ってきた方々いらっしゃるじゃないですか。しかも特にTikTok 経由で入ってきた方々からすると、面白いんだけど、誰やお前誰っていうところだった。俺先に言いたいことあるんだよ。とにかくですね、最近の視聴者見てて、こいつ誰だってこれ知ってますかね、皆さん、この人。司会変えろが多いんですよ。ね。俺らの番組なんじゃ、これどうしても言っておきたいんですよ。僕たちが作ってる。清水さんありがとうございます。だからあんたたちにそれを言われる筋じゃねえんだよ。そうですね。だから司会じゃなくて一応主催って言われてる。主催なの。だから俺が嫌だったらもう見ないでくれよ。ほんとそう。で、以上。昔僕はマネーの虎という番組に虎の一人として出てましたと。でこれを令和の時代に復活させたっていうところで、自分たちが会社の一つの事業としてやり始めたチャンネルなんで、さっきズッキーが言ったように主催という立場で、全てを取り仕切ってる立場にありますので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。よくね、吉田栄作さんはこうだったのにお前は喋りすぎだとかって、彼は司会なんですよ。僕は主催なんですよ。なのでこの違いを理解してほしいとは思わないんだけども、僕は吉田栄作さんを真似て黙ってるっていうスタンスにもともとないので、そこのところはですね、声を大にして、言っておきたいと思います。僕はいつも志願者の味方なんです。よほどのことがない限りは。ちょっとよく怒る人だなと思ってご覧になってる若い方とかいらっしゃるかもしれないんですけども、なんていうんですかね、画面に映り込んでるけれども司会だけじゃなくって、実質プロデューサーみたいなこともやってるっていう感じのイメージですよね。という感じなんで、これからも出ていきますし、怒りますし、でもそういう方なんだなと思ってお楽しみいただければと思います。でもね、やっぱりね、つくづく思うのは、最近本当に若い方が入ってきてくれるじゃないですか。
若い方は俺みたいな人間はなんかね、天然記念物みたいな人間だなと思って、本当にね、おといくん会にボコボコにされてるんですよ、俺で、あんまり精神衛生上良くないんで、大変申し訳ないんだけど、あの回のみ、もうコメントね、全部見えちゃうんで、申し訳ない、オフにさせていただきました。そしたら他の回で、オフにしやがってみたいな。あえて言わせていただくならば、コメントするのも自由。でも、コメントを消すのも俺たちの自由だっていうのは、これね、対等な立場だと思ってますんで、ぜひ、基本的にはね、僕全然消さないですよ。だけど、祝いって呼び捨てにされたりとか、老害って言われたり、死ねって言われたりとかですね、これはもう耐えられないな、というふうに思ってますんで、節度を保ってですね、皆さんコメントした方がいいと思いますよ。そうですね。なんかこの戦いもすごく久しぶりの戦いですね。いや、新規の視聴者の方々でずっとこういうことを言い争って来た時代もあったんですけれども、やっぱりね、あれに比べたら穏やかだったね、これでも。だからもう本当になんか久しぶりに新しい方々がいらっしゃる。最近も新しくこう、はい。ということでね、なぜこれを紹介したかというと、まず、皆さん、まずこれ知ってました？まず、令和の虎っていう番組が YouTube であるっていうこと。それからこの岩井さんっていう方がやって、昔マネーの虎っていう番組があって、そのテレビ番組を、岩井さんが主催という形で引き継いで、で、今、この TikTok でも、YouTube で多分やってる番組なんですけども、TikTok でも出してるという状況なんですね。で、まず、ここで、ちょっと出したのが、実は、岩井さんは、愛知の、教育関係で、モノリスっていう学習塾の経営者なんですね。で、僕実は深くつながりがあってですね、もうこのマネーの虎っていう番組の出る前の話になるんですが、もうそうですね、15年ぐらい前かな。僕は長野県の方で、学習塾というか、のマネージャーとかをやっていた時代。もう半分サラリーマンだったんですけど、その時に、この岩井さんの元に訪ねて行って、で、ある作文教室、今はもうないんですけど、国語の勉強をするときに、作文教室っていうのをこのモノリスさんがやってらっしゃると。で、ぜひ、僕、もともと学習塾系でつながりがあって、作文教室っていうのを、ぜひね、岩井さんのところに見せてもらって、勉強させてもらって、また、長野県の方で、作文教室を展開しようっていうことの中で、当時、モノリスさんの、名古屋市のね、天白だと思うんですけど、上田っていうところなんですが、そこに校舎があって、そこに勉強させてもらって、岩井さんが当時ですね、ジャガーっていう車乗ってたんですけど、ジャガーが狭くてですね、もともと交流をそういうことがあって、思い出して、岩井さん今頑張ってるなと思って、で、僕 TikTok で知ったんですよね。変な話。YouTube では見たことなくて、令和の虎やってんのみたいな。で、しかも TikTok ですごい怒ってるんですよ。で、そうなんだと思って、皆さんもしよかったです。結構令和の虎、今なんかね、ニュースでちょっと、なんか令和の虎ってお金を札束を置く人あるじゃないですか。あれのね、中で何人か、ちょっと今、問題が起きたのかな？で、ちょっと今、謝罪が入ったっていうかで、なんて言ったかね、ギャンブルか何かやったんですかね。うん、そういうね、悪い評判というか、で、今、配信を今ちょっとストップしてるという状態らしいですね。うん。なんで、これ結構、マネーの虎見てらっしゃる方いたら熱い話があって、で、岩井さんはね、すごい、応援団長とかやってらっしゃった方で、熱い方なんですよね。だけど思えばもういい、もう僕もそうですけど、本当にお互いいいおじいさんだったな、みたいな、ちょっと思ったので。で、これあと、僕も今 TikTok、今だいたい再生回数がそうですね、600万ぐらいいったのかな。もう
だいぶ見ていただける記事はいろいろこう、いろんな角度で編集したりとか、こう切り抜いたりとかやって、まあ皆さんにお見せしたりするんですけど、まあね、コメントはね、そりゃね、面白いですよ。僕もね、岩井さんと同じように消しちゃったりとかしますもん。もうある、そう、これも面白い。ごめんだけどなんか嫌だとか書いてある。はい。まあ、そういうことでね、教育関係でつながりがあって、今、この岩井さんの部下っていうか、当時一番弟子だった方っていう、一番弟子っていうかおかしいけど、会社役員の方が独立されて、今は、教育支援協会、っていうところがあるんですけど、まあ、そこの団体さんと、まあ、僕らも同じところで、こう、お付き合いさせていただいたりとか、お仕事したりとかしてる中で、まあ、岩屋さんはもうちょっと、だいぶ、こう、メディアの方出ちゃってる方になったので、だいぶ変わってしまいましたけども、まあ、今でもこう、そことつながりはあるよっていうことと、まあ、お互いこう、面白おかしく頑張りたいなっていう思いがあったのでね、はい、ちょっと紹介させていただきました。はい。それではですね、これまあ、ちょっとこの話はこんな感じで今日のね、お題というか、いきたいと思いますね。さてさて、皆さんまあ、今日はどうですかね、このヤフーニュースを見てる感じだとまたちょっと、僕今日YouTube のライブをやるときに、最初特集を組もうと思ったんですけど、最初に、朝、やっぱ気になって、先物を見たときに、やっぱすごく落ちていて、これは、ちょっと今日一日はまた、特集じゃないですけど、ウクライナの関係とかをやらないと、もう相場、全体的に世界中でいろいろ動きが激しいじゃないですか。だから、まあ、アメリカの株っていうよりも、世界全体の株価を見ていった方がいいかなっていうことで、まあ、今日はね、世界株っていう形でいろんな株を、まあ、11時半の相場を見てね、解説できたらなと思うんですけど、もうとにかく短期投資は今、本当に難しくて、今も、ここ見てくださいよ。ニュースで、これですね。これ何時のニュースだろう。ドイツのロシア天然ガス管の、承認作業停止、ウクライナ事情っていうことで、このパイプライン、ロシアのね、天然ガスのパイプラインを、承認作業を停止すると発表したと。こんなことがあるとですね、もう、不安しか出てこないじゃないですか。ニュースで。はい。要は、戦争があるかどうかだけじゃないですよね。皆さんももう、投資されてる方は知ってると思うんですけど、資源とか、まあ、例えば天然ガスもそうです。原油もそうだし、こういったものが、需要と供給のバランスが崩れると、インフレ、もっとね、加速して、資源が上がる。まあ、私たちの身近なとこで言えば、ガソリン代が上がると、自然に、消費っていうか、出かけにくくなるじゃないですかね。そうすると、もう経済も余計に止まりやすくなるし、消費も少なくなるし、で、物価も、農業商品とかも高騰してきて上がっていくわけですから、財布の方は余計に締まってくるわけじゃないですか。うん。ということもあって、一つのこういうまあ、侵略とかこういった中で、いろんなパワーバランスが変わってくるっていうのがすごくわかると思うし、そのパワーバランスも、一日一日こう変わってくるから、もう今って、じゃあどこまでこれを見て感じればいいのって思ったら、ある程度見ていくしかないですよね。だから短期投資は本当にリスクがあるから、儲かった儲からないってやれば、もうギャンブルになるしかないし、どっちに行くかわからないので、まあそれもね、見ていきながら、まあ長期はね、どこが買いポイントかっていうのをみんな探っているところではあるとは思うんですけど、まあそれをね、銘柄ごと、で若干国でも変わってきてるところがあったので、まあそういったものをね、ちょっと今日は話をしていきたいなと思います。で、あと11時半になったらアメリカの株もさーっとね、ハイテク企業とかもね、どう影響してくるかなと思っておりますので、それも見ていきたいなと思っております。とにかくね、
ちょっと今日は、大変な日になりそうですよね。と思っております。はい。それでは最初に11時半になる前に全体の今日の動きと、見ていきたいと思いますね。まずこちらが最初に、SP500 の先物になります。ナスダックもそうですけど、こう見えますかね。S&P の先物が、昼間スタートしてから昼間すごい4200まで落として、ここ何時ですかね。また後で見た方がいいかもしれないですけど、どっか夕方ぐらいからか夜かな戻したんですよね。で、隣のナスダック100の先物も戻したんですよね。はい。で、あとこっちから見た、ユーロ50も出てますね、ここに。下に。ナスダックの下。ユーロも、なんと、100戻したんですよね。4000の台に来ました。戻します。1日でこう、キュッと戻しましたね。はい。これがなんでこう戻したかって僕的にはまだニュースも追いつかないので、正直わからないですね。やっぱこれに一喜一憂してついていくのは本当に今難しい相場だなと。ダウもそうですね。もう皆さんこれ、ダウも SP もナスダックも、もうチャートの形1日で見ればわかるんですけど、U になってますもんね。はい。はい。で、次ですね。先に、これ相場がスタートするときにまた出しますね。ナスダックとダウと SP のニューヨーク市場の方ですね。その前に、米国債も金利が下がって戻ったんですね。1.849 まで下がって、また今度上がったっていうか戻りましたね。はい。なんかダンさんがちらっと国債買えとかなんとか言ってた気がするんですけど、まあここは今はまだ本当に上がってくんだろうけど、まあ難しいところではあるなと僕は思います。はい。それからアジアですね。中国はまだマシだったですね、今日一日は。下がりましたけど、最後戻しました。中国の市場が5時に終わるので、4時頃、最後1時間でキュッと戻しましたね。はい。韓国、台湾、香港が、これ、香港のハイテクすごい落ちました。テンセントも1日で 5% ぐらい落ちたので、いやもう、まあテンセントいいですけども、今日、だから、5% とか、最初にね、アップルとか落ちるのかなって最初すごい思いましたけど、今日のハイテクがすごく気になりますね。はい。それから、欧州ですね。ユーロ圏が、なんと、夕方スタートしてドーンと落としてから、やっぱり、じりじり戻しましたね。はい。これびっくりです、僕。もう。はい。なんなんでしょうかね。で、アジアの方は夕方ぐらいに終わっちゃうので、市場が下げて終わってしまったっていう状態です。なので、夕方ぐらいから、この午後7時ぐらいからかな、何かがあって、楽観になったのかなっていう状態ですね。はい。で、注目のロシアが、昨日すごかったですね。13% ぐらい落としましたよね。で、今日も落としたんですけど、戻している。さすがにあれなんですかね。本当すごかったですね、ロシアは。1日で、世界の株価指数が10何%落ちたっていうのは僕、トルコぐらいかな、知ってるの。あとないですね、きっと。そんな無茶苦茶な。国の指数が1日で 10% 以上落ちたっていうのは本当にないです。本当にそういうことなんですね。で、あとは、そんなに変わってなくて、ブラジルが今スタート、ブラジルが戻した。オベスパ戻しましたね。先に南米のが戻しましたね。もしかしたら今日 SP、プラスで来るのかな？面白いですね。ブラジルがこんな上がってますね。
もしかしたらちょっと安心できる材料もあるかもしれないですね。はい。これだけ、ユーロ圏も戻してますので。はい。それから注目がコモディティですね。あと5分ですね。ゴールドが一時期1900の台まで乗った時はうわーっと思いました。で、シルバーも24の地点で来たので、あ、これいっちゃうかなと思ったんですけど、今 24.2。これでもすごい高い位置だと思います。レジサポラインを突破してると思いますね。はい。シルバーの方がちょっと高いですね、動きが。ゴールドはまだ落ち着いてる方だと思います。まあ、プラチナパラジウムはちょっとパラジウムおかしいですけど、動きが。で、原油が93ですね。93でも高いんですけどね。はい。あと、北海原油の方が若干高かったと思います。後で見ます。天然ガス、落ちましたね。なんで落ちてるのかがさっぱりわからないです、これ。はい。もう天然ガス追っかけにくいですね、本当に。それからソフトコモディティですけども、今日は大豆が一回、市場が閉まってたので、祝日かなんかで。祝日明けて最初カーンと上がって、コーンも小麦も。ソフトコモディティ最初カーンって上がった時には、やばいと思いましたけどちょっと、夕方から落ち着きました。うん。コーンもそうですね。小麦もそうですね。はい。逆にコーヒー、ココアは、まあ、ちょっと高止まりしてたのが下がってきましたね。はい。ちょっと落ち着いてきました。まだでも高い位置です。ソフトコモディティはこんな感じです。今日一日の動きなので、またチャート、出していきたいと思います。それで、ビットコインとイーサリアムですね。これも最初見たときにやばいと思いましたね。まだやばいと思うんですけど、ビットコインが、これ、一時期3万、やっぱ6000ぐらいまでのサポート落ちたのかなですかね。4万、これ、日本円で417万なので、370、さあ、じゃあ3万7000ドルぐらいまで落ちたのかなはい。イーサリアムの方も、一時期は、どここれ ?28 万だから、2500ドル近辺まで行ったんですね。まあ、景気敏感だし、ハイテク企業と近いぐらいの動きをしますから、今、ビットコインも。まあ、先行指標になってる気はしますね。ほんと敏感ですね。すぐ売られたり買われたりしますね。難しいとこだと思います。ビットコインは。難しいっていうか、買うにも売るにも難しいと思います。これは。はい。もうレジサポライン見て、チャンスと思ってやっても、ね、プーチンの一声で全然変わっちゃいますもんね。はい。そういう状態だと思います。さて、そろそろですね、相場の方が来ますので、していきたいと思います。せっかくなので今日も、これ、出るかなこれ出ないか。ボラテリティ指数って、1分足で、もう終わっちゃってんのかな出ないですよね、これきっと。日足しか出ないもんな。ナスダックいきますか。ナスダックの、1分足を出しますね。これでちょっとまた値動きを見つつ行きましょう。これ先物なので、ドーンと行くやつじゃないですからね。こちらの方も SP500 の、1分足を出しておきます。まあ、値動きをちょっと皆さんでお楽しみくださいということではい。こちらが、SP500 の1分足になります。はい。そろそろですので、猫ちゃん、いつもの出します。はい。猫株さん、今日もよろしく。まあいいや。1個今日、ポストプライムで紹介するの忘れちゃった。はい。今日もよろしくお願いします。
そろそろ猫株さんの猫ちゃんをちょっとバージョン変えてもいいですよね。はい。それでは、そろそろスタートすると思いますね。画面を変えます。出ました。あ、ダウスタートしました。0.53 スタートです。次、来ました。SP500 がマイナス 0.50 スタートです。次、ソックスが来ると思います。半導体がどうかですね。あ、先にナスダックが来ました。0.94 スタートです。次、ソックス指数はどうでしょうか。半導体が気になります。出ません。ちょっと出てきませんね。なぜか、ちょっと半導体が今日お休みでしょうか。おっと、ではですね、ちょっとソックス指数出てこないので、あ、出てきました。0.82 スタートです。で、今、ちょっとずつ、ナスダックと SP は上がってきています。上がってきてますね。はい。あ、ナスダックが急に上がってます。じゃあ、1分足の方をちょっと確認します。こちら、ナスダック。市場スタートしてから、今見えますかね、皆さん。ギュッといきなり来てますね。はい。今、13,900。何ですかこれ買いだと思ってるのかないきなり出来高が増えました。まあ、先物の方はニューヨーク市場と合わせて、11時半から、この1時間は、出来高が多いので、このチャートの動きもね、1分足でもかなり、激しくね、映ると思います。まあ、今ちょっと売られちゃいましたけど、あんまりも、ガッと上がりすぎたのかあ、めちゃくちゃ売られてる。はい。はい。SP の方も見ますね。SP は逆にめちゃくちゃ売られてる。はい。はい。今4320のラインですね。前から言ってるように4400を2月の下旬、2月の最終日、2月の28日ですね。ここで4400を切ってるとめんどくさいです。はい。で今4320なので、やっぱりナスダックは14000。で、S&P は4400。この数字を割ると、長期に戻ってくるのに時間はかかりそうだなと思った方がいいと思います。これは、200日移動平均線とかそういうテクニカル上の問題の話ですね。はい。ちょっと今 SP500 も落ちてきている状況です。はい。それではですね、先に個別株のことについて、お伝えしたいと思います。はい。それでは、パッと目立ったところを含めてね、話していきたいと思います。まず、Apple 1.72 落としてます。落としましたね、やっぱ。Amazon 1.1 落としてます。Facebook がまた203まで行きましたね。1.05 落としてます。戻るかな？アリババもやっぱり 3.71 ですね。アリババ114まで落としてます。4% までいっちゃいました。落としてますね。ツイッター 1.66。ネットフリックスは前回落としてんのかな？ちょっと落ちが少ない。まだ 1% ですね。マイクロソフトもそうでもないですね。NVIDIA が 1.9。ぼち。まあ、多分今日 2% ぐらいのとこまでは落ちてて普通ぐらいと考えていいのかな？はい。ブロック。もう 3.08。もう94まで行きましたね。コインベースは、まあ、ビットコインはさっきちょっと上がりますけど、
下がった分が大きいので、3.79 マイナス。ペイパルはそうでもない。あ、アラートが鳴りました。これどこだ？すいません。あ、スイスかな？僕のトレードのアラートが鳴っちゃいます。N ですので、スイスか。後でまたちょっと話します。スイスが落ちました。それから、マイクロストラテジーは 4% 落としました。デルタ航空。航空株もやっぱりなんやかんやダメですね。もう本当に、もうそろそろね、オミクロンでいいかなと思ったら、やっぱこういう、ね、地政学じゃないですけど、ウクライナの侵略によって、航空株も一個ブレちゃいますよね。スターバックスはそんな落としてないです。マクドナルドも落としてないです。あ、ダウ銘柄。あ、ディズニーちょっと悪いな。1.35。ナイキも悪い。ナイキ結構落としてたのにな。まだ落としますね。1.59。やっぱもう完全にそうですね。エネルギーだけですね、上がってんのは。エクソンモービルとハリバートンはちょっとプラス。おっと、自動車も悪いですね。フォード 3.27 マイナス。GM も2.7 マイナス。テスラも落としてますね。830まで来ましたね。2.9 マイナス。コカ・コーラそうでもないです。P&G もそうだ。ダウの銘柄はそう落としてないです。はい。ダウ銘柄はまだいい。あ、赤米テクノロジーズ 0.38。意外にハイテクが落としてないですね、これ。IBM も 0.99 落としてないですね。オラクルもそうでもないですね。金融系、まだインテルですね。インテルは 0.90。ここから金融系ですね。アメリカンエクスプレス、そうでも落としてないです。ゴールドマンサックス 1%。モルガンスタンレー 0.22。でも、思ったほど落としてないですね。アフラックも 0.85。ビザも 0.65。ジョンソン&ジョンソンあんま落としてないですね。ファイザーもそうでもない。GE はまあ、変わらず。ボーイング 2%。主だったところは、それくらいかな。そうですね。ヒューレットパッカー 1.6 マイナス。アドビプラスになってます。あ、ちょっと今風向きが変わってきましたよ。プラス圏に出てきてます。キャタピラーが今プラス圏に来ましたね。eBay もプラスになりましたね。あれ？ちょっと風向きが変わってきました。あ、だってプラスのものが出てきましたね。ブルーに変わってきてるものもあります。メルクもプラス圏になりました。セイロンテクノロジーはこれは宇宙開発ですね。もしかしたらちょっと今動きがナスダックも何かプラスになりそうな感じ？ S&P はどうなんですかね？あれですね。今アメリカを見るよりもしかしたらヨーロッパ見た方が面白いかもしれないですね。今ちょっと、すいませんね。アメリカの個別株は、主だったところで今もしかしたらボトムになって戻ってきてるかもしれません。あ、Google も戻してきてますね。メタもちょっと戻してますね。アリババは落としまくってますね。ちょっと動きがね、マクドナルドがプラス圏に入りました。なんか面白く上がってきてます。ちょっとほっとしましたね、これは。はい。やっぱ11時半の相場見るもんですね。まあでも、本当に不安定な状態は不安定ですけど、とりあえずマイナスからプラスに戻ってくるだけまだもっとガーンと行くかと思ったんですけど、良かったです。本当敏感ですよね。はい。それではですね、またすいませんね、弾丸に喋ってて。
世界株の方をちょっと見ていきたいと思います。まあ、ちょっとね、はい。皆さん気になってるところの、国のとこもあると思いますんでね、ちょっと簡単にテクニカルを言ってみます。まず、日経ですけども、どうなんでしょう。ちょうどね、僕26,355っていうところが何回もこうつけて、これちょっと見えるかな。昔からね、そうです。去年の12月あたりから強いサポートで、あったので、26,300が。止まるなと思ったら、本当にちょうどこのあたりで止まりました。ですが、日本は、ちょっと、今たまたまこの26,000に止まってるけど、ちょっとね、まだね、下がってて盛り上げ、今ちょうど26,700まで戻しましたが、わかんないですね、これ。と思います。まだこれをダブルボトムっていうか、見えますかね。これね。ダブルボトムになるかっていうと、ちょっとこれはね、わかんないです。はい。で、もしですね、もし、日経を買いたいなっていう方は26,000、もう一個下 ?26,100 のラインだったら、いいかもしれないですけど、戦争になんなきゃ。とにかく、ウクライナの侵略に対して、なぜか日本は影響されやすいなっていうのをすごく感じました。日経がここまでボトムっていうか、まだ落とす可能性がある形になってるので、ちょっとこれは要注意。だから今、安いよって買うよりもう一段下がる可能性を見た方がいいとは思いました。はい。チャンスではあるんですけどね。はい。それから、インドですね。インドはね、被害が少ないです。もう見ていただくとわかるんですけど、この三角の持ち合いで止まってます。僕もその16,600まで落とすかなと思ったんですけど、まだ落ちてこないです。17,000で止まってます。まあ、落ちてきたら買いかなと思ってるんですが、今、持ち合ってるところです。はい。インドは影響を受けにくいんでしょうかね。っていう気はしました。はい。次行きますね。上海、香港ですね。さっきちょっとちらっと上海、香港話しましたけど、中国はオリンピック終わって、やっぱちょっと、オリンピック終わっての影響なのか、わかんないですけど、今日、昼間ちょっと中国の株見てたんですけど、テンセン、最後戻したんですね。テンセント一時期 5% 落としてたんですけど、最後戻しましたね。はい。これ今、ちょっと右側の中国の個別株の、いつも日曜日にね、やっているものなんですけど、月火と見てて、だいぶ、落としてきてるなっていう感じでした。まあ、先週高かったのですごい、中国が。なので、まあ、落とすだろうなと思ってたんですけど、これがウクライナの関係かどうかっていうのはちょっとわからないですね。オリンピックの方で終わったからっていうのはあるのかもしれないなと思ってます。全体的には、落としています、中国の方は。だけど、落とし方まだ、マシっていうか、っていうことですね。はい。香港の方がひどいです。香港の方が、やっぱ高かったんですよ。オリンピックの時期。25,000のこのあたり。なので今ちょうど、戻ってきちゃったっていうか、23,000のこのあたりに、また、ね、まあこれを逆三尊って見るかわからないですけど、戻ってきましたね。はい。上昇トレンドの付け根。だから今ちょうど僕が思っている買い場に近いところにはいます。今23,670あたり。で、23,500っていうところが買い場かなと思ってるんですけど、はい。はい。香港はもし好きな人だったらこの23,300
300ぐらいまで落としてきたらチャンスかもしれないですけどね。はい。まあ大きいこと、今ちょっと下がっているので、チャンスって言ったらちょっと失礼ですけど、ここに、もう、これね、このボトムが1個あって、で、もう一回、今のあたりで揉み合って、ボトムみたいな形でね、いけば、本当香港は面白いかもしれません。まあ、解説者の方がどう言うかわかんないですけど、テクニカル上はそう見えます。はい。香港買いだったら、今の状況だと、どこも買いは短期間ではないですけど。はい。で、注目がここからですね、ヨーロッパですね。イギリス。イギリスがさすがにちょっと落としましたね。さすがに。一回ね、7300まで行ったので、7350か。おっと思ったんですけど、今日また、キュッと今の時間上がってしまいましたね。はい。戻っちゃいました。まあまあ、でも、はい。こういう状況の中でも、なんていうのかな。イギリスは強いなって感じましたね。どこだろう、イギリスとどっかがまあインドもそうですけど、インド、イギリスは強かったですね。はい。買いたかったですけど、なかなかこのチャンスはね、一回落として買うってもう難しすぎます。はい。ドイツですね。ドイツ、ユーロが見てください。この間、週末ガーンと落として、昨日もまたすっごい落として、今日ちょっと戻してますよね、今。えらい勢いで戻してますね。そう、今のこの14000ドイツダックスの 300？ この位置ってもう本当に過去に2021年、去年の3月、1年ぶりの安さだったので、はい。もうチャート見たときに、ちょっと刺激の強い方だったら買ってるんじゃないかな、ここ。本当にこの位置だったら。はい。と思いますけど、とにかく、ね、ロシアと、ドイツは、歴史的なものもあるし、今さっきの天然ガスの話もあって、供給とか、ユーロ圏とドイツはすごく打撃を受けたり、ボラテリティが高いので、多分これ、ユーロのビックス指数、最近出しましたけど、すごいんじゃないですか。ちょっと待ってよ、これ、ユーロのビックス指数ってどっか見れましたよね。ちょっと待ってくださいね。ランキングじゃないわ。バラエティで出してるかな。あれ、ごめんなさい、世界の、どこだっけ？ちょっと最近たくさん過ぎちゃって忘れちゃった。ユーロビックス。これか。でも、めちゃくちゃ高くはないな。ユーロビックスは今落としてますね。いつのだろう。今落としてますね。そうかそうか、今上がってますもんね。この時間から。はい。ということですね。さて、ドイツまで終わりました。次が、ユーロですね。もうドイツと似てます。ユーロも一回すっごいヒゲつけましたね。3880ですよ。もう俺これ損切りラインですもん。3894が。針のようにで、また針のように4000まで今ちょうど4000ですので戻しちゃいました。怖いですね、これ。ほんと、これもし、解説ちゃんと買いだとか言ったらもうとんでもないことになりましたね、これ。パーンと戻しました。今ちょうど4002なので、買い場のとこに戻しましたけど、これも、この値動きで買えって言えません。本当に。はい。ギザギザすればまた別ですけど、V のように、V っていうかもう、針が行って帰ってきてるだけなので、
はい。刺したって感じですね、もう。はい。ということになります。はい。ジュネリー周りはまあさっきちょっと出したんで、今、加工してまた戻してきてますねっていう状態です。それでは、今日なんかバンバンすいませんね。世界の動き話しちゃって。個別株ちょっと待ってください。個別株もう一回見てみますね。お、ナスダックがプラス圏に来ましたね。お、すごいですね。見ない間、1分足で、ほれ。おー。SP500 はお4300まで戻してる。あ、ナスダックもさっき14000の大台戻しましたね。すごい動き。すごい動きしましたね。この1時間。おー。半導体すごいですよ、今。ソックス指数プラス圏に来ました。奇跡の1時間ですね、これ。すごいですね、今。へえ。あ、ゴールドが落ちてきました。原油も落ちてきました。え、ちょっと、この、世界の市況のところに実はニュースっていうのがあって、ちょっと今、この動きに対してニュース見ていいですか？ちょっと見ますね。1位が、英国ロシア銀行と富裕層の3人を制裁。ウクライナ巡り。どれだ？どれですか？どれかわかんないなぁ。上位のところが影響あると思うんですけどね。ちょっと直近の原因はわからないですけど、とにかく戻してますね、今、勢いよく。ちょっとこのニュースだけだと何とも言えません。すいません。わからないです。はい。とにかくボラティリティが高い。個別株の方もチャラッと見ますね。Google が戻しました。プラス圏に来ましたね。Facebook もプラマイゼロに来ました。マイクロソフトがプラスです。Nvidia もプラスになりました。ブロックもプラスになりました。スターバックスプラスです。Mac は前からプラスです。エクソンモービル、ハリバートンが落としてきてますね、やっぱ。フォード戻してます。赤米プラスです。インテルプラスです。あ、金融系プラスに転じました。ビザもプラスです。3M プラスです。あ、プラス圏に来ましたね。コストコもプラスになりましたね。面白いですね。今、ブルーのラインがだいぶ、赤から緑に変わってきてますね。はい。今、ちょうどなんか、赤のものと青のものと、青にだいぶ変わってきました。なんか、なんだっけあれしべじいさんとか知ってるのかな？パネルクイズ25ってなんか、小玉清なんか日曜日のクイズ番組でありませんでしたか？赤が黒に変わるとか、なんか白が赤に変わるとかって今本当になんか、色がどんどん変わってきてます。これ珍しいですね。この相場、今回。この1時間で下がってきて、全部赤から青に変わってるなんて、なかなか見れないですね。はい。チャート好きっていうかチャート好きな俺にとっては面白いなと思ってますね。はい。だいぶ今、上がってる状況だと思います。はい。ちゃんとすいません。しめじいさん、
にちょっと、もし東雲さんが今日いたらきっと、食いついてくるかなと思ったんですけど。すいません。はい。まあ、パネルクイズはまた、後ほど、見るとして、世界の動きをまたね、ちょっと見ていきたいなと思います。ここからですね、日曜日にやっているものをいくつかピックアップして、ETF を見ていきたいと思います。まず、ベトナムからいきますね。東南アジアから見ていきます。ベトナムの方は今日は、ちょっと下げてるですけど、そんなに今下げてないですね。はい。でも、買いたい位置に近いところに僕はいますので、今揉み合ってるところです。上昇トレンドの揉み合ってるので、僕はちょっと密かに誰も言ってないかもしれないですけど、このウクライナの侵略の関係で、東南アジアは値動き見た方がいいと思います。意外に影響力が少ない。今見てる感じはね。ヨーロッパとアメリカはあと、コモディティの影響のあるオーストラリアやブラジルとかはボラティリティが高いですけど、なんででしょうね。東南アジアは割と、まだマシ、穏やかです。はい。と思います。ベトナムも今、ちょっとだけ落としてますけど、そんなに影響したようなチャートに見えません。はい。それからマレーシアですね。マレーシアも見るとわかります。高い位置にいるんですけど、今日はちょっと落としてるぐらい、1% か。まあ、これチャート見ていただくとわかるんですけど、日足で。はい。日足で見るとわかりますけど、ダブルボトムからそんなに、下がっていません。だからまあ、高配当なので、相変わらず、買いたいなと思ってるところです。はい。東南アジアは本当に影響されにくいんですかね。すごく感じました。やっぱ幅広く世界のチャートを見とくと、やっぱ違いますよね。はい。まあ、買いたいなと思います。次がフィリピンですね。フィリピンは、ごめんなさい、これフィリピンは今日はめちゃくちゃ上がってます。1.4% 上がってます。なんて言ったらいいんです、これ。フィリピンは、ウクライナ関係ないんですかね。はい、もう今コロナの前、2020年の前の位置、ここですね。33のとこ試してるので、かなり回復して綺麗な上昇を描いています。はい。まあ、ちょっと変える位置じゃないですけど。うん。はい。今日、そう、これが一つ、言いたかったっていうか、東南アジアは、ウクライナ侵略の時にちょっと見といた方がいいよっていうのは、ここが一つあったからですね。フィリピンが動きがあったからです。シンガポール、下がってません。0.32。まだ高い位置にいます。配当が5.6% ぐらいあるのかな。はい、5.9% ですね。配当が高いので、ここも安くなった時に買いたいです。見ときたいですね。はい。東南アジア系は、とりあえずピックアップしたのは以上になります。まだね、タイとかインドネシアとかありますけど、ちょっと今日は代表的なとこだけ出しさせていただきました。次ですね。東アジアですね。韓国。今日、下がってません。上がってもいません。今止まってます。韓国はここで。韓国は韓国独自でなんとかならないよな。きっと日本と同じだよな。でも日本よりは早めに下がってきちゃったので、今、日本はまだ下がる危険性ありますけど、韓国は今、この辺りでずっと止まってます。ちょっと前にえらい下げたのですね。はい。はい。次ですね。台湾は、ちょっと下げましたね。ちょっと、台湾あたりはもしかしてちょっと影響あるかもしれないですね。ハイテク企業なので、やっぱり、なんていうのかな。
不動産系よりハイテク企業の方がこうウェイト占めてる国は影響出てくる可能性高いですね。はい。ちょっと落としてます。まあでも、まだ高い位置ではあると思いますね。次、ここからヨーロッパに入ってきます。トルコですけど、揉み合ってますが、だいぶ低い位置で揉み合ってます。そこね、なんですかね。最近ね、ちょっとトルコが、この見ていただくと、下降トレンドにずっといたのに、今年に入ってからトルコがずっとこの下のところでずっとうろうろしてるんですよ。なんでしょうね、これ。なんか、本当だとこの下降トレンドが強いので、落ちてきて揉み合って落ちるっていうイメージもあるんですけど、まだ、そうですね、ずっと揉み合って、この1ヶ月ぐらいずっと揉み合ってますね。はい。なんとも言いづらい、こう、チャートしてます。僕はもうどうしてもこのイメージが、この、ここ。このイメージが大きすぎちゃって、トルコのボラテリティが高いので、あんま手出しにくいんですよね。あとやっぱりトルコリラの印象もすごく強いので、ロシアのルーブルみたいななんかイメージっていうか、なんかあると政治的な要素も含めて、すぐにこう暴落する、そういうイメージが強いので、なかなか手出しにくい。トルコは。そう思ってます。まあ、好きな方もいるとは思うんですけど、トルコリラとかで、持ってれば、いいものもありますしね。はい。さて、イタリアですね。イタリアは落としてますね。イタリア僕持ってるのに多分もう利益もどっちもないような感じです、きっと。はい。ここね、やっぱね、イタリアはね、長くこと持っちゃいけないかもしれないです。見ていただくと、この、ボラテリティがね、上がったり下がったりするのがね、期間が最近すごい短いのでね、心臓に良くないです。やっぱ右肩上がりじゃなくて、レンジで来てるので、トレード向きっていうか短期トレード向きな気がしてきました。日経も割と短期で売り買いするのはいいんですけど、長く持ってる銘柄じゃないじゃないですか。上昇トレンドじゃないので。イタリアもね、最近ちょっと持って分かったのが、ボラが激しい。この短い時になるので、この動きを見るともう本当に次に上がった時に売った方がいいかなってちょっと思うようになりました。配当はね、2.7 でまあそこそこいいんですけど、だったら東南アジアの株買った方がいい気はしますね。もうちょっと今持ってみて期待持ったんですけど、難しい気はしてきましたね。はい。動き的に。まあ短いスパンで買うもの、今動きはそんな風に見えます。次ですね。えーっと、あれ ?N ってどれだ？ネザーランド。あ、出してないのか。スイスですけども、スイスは変わらずですね。低い位置にいます。なかなか今スイス上がってこないですね。この1ヶ月間ぐらいはずっとこの位置で揉み合ってます。これを今買えとは、やっぱヨーロッパ買えって言えないですね、今。この、もしかしたら、この47.13。あ、ネッツさんどうもどうも、こんばんは。お疲れ様です。お久しぶりですね。よろしくお願いします。お酒飲んでますか？はい。今ちょっと、世界の動きをちょこちょこ喋りながら見てます。はい。ヨーロッパ買っちゃいかんよっていう話をしてます。47.13 っていうところがポイントですね。ここまで下げてくる可能性ありますね。サポートが少ないんですよ。とにかく。もう一段行くかもしれません。そこぐらいまでのボラテリティは見た方がいいですね。スウェーデンですね。スウェーデンもどう
あ、これだ、鳴ったの。アラートが。すいません。これですね、鳴ったの。一回今日落としたんですね、さっき。D ですもんね。ちょっとごめんなさいね。あれアクティブになってるな。あれ ?N か。あ、間違えました。N ですね。ネザーランドですね、落としたの。オランダだ。オランダが落としたんだ。今日。失礼しました。スウェーデンも買いたいなと思ってるので、ひたひたと待ちたいですけど、配当が高いので、不動産系で。だけど、もうちょっと待ってもいいかもしれないと思います。まあ、ヨーロッパはもうちょっと本当に待って、今でも十分、スウェーデンも低い位置なので、見ていただくとわかるんですけど、お買い得かもしれませんし、とにかく配当が 6% なので、多少落ちても、この 6% あれば、そんなにリスクなく、と思います。ハイテクとか配当が少ないものは本当に値動きだけで見なきゃいけないですけど、コモディティも、配当があるものに関しては若干下がっても、ね、配当は上がりますので、はい。そういうふうに見た方がいいかもしれないですね。はい。それでは次行きます。飲んでます。ちょっと待ってください。僕も飲みますよ。お茶ですけど。コーヒーとかも飲むんですけど、そう、お茶がいいです。熱いお茶入れましたね。はい。すいません。はい。何ですか？ネッツさんは何系飲むんですか？しめじさんは、しめじさんは、飲むって、ビールでしたっけ？何飲むんでしたっけ？ネッツさんは、また、何系？ビールとかですかね？はい。また教えてくださいね。じゃあ、それ言いながらデンマークとかちょっと行きますね。デンマークは、落としましたけど、戻りましたね、これ。冷やしなので、陽線つけてますけど、4時間足出るかな？昨日がすごかったんですね。陽線つけてるけど、これなんで？今日戻したからってことね。なるほど、なるほど。デンマークもど底値でしたね、昨日。はい。という状態。レモンサワー飲んでました。私はウイスキーです。ネツさん、レモンサワーいいですね。いやー、よく考えたら、こういうライブでお酒飲んで、やるのってどうなるんだろう。僕ダメかもしんないな、やっぱり。なんか変なこと喋りそうです。まあいつも変なこと喋ってるんですけど、でも、そうですね、やっぱ、そうですね。この間風邪ひいて中止した時があったんですけど、やっぱ体調がちょっとでも悪いと、あれですね、頭が働かなくなっちゃったら、こういうライブとかってやっぱ良くないですよね。特にやっぱ株式とか、いろいろなこと知識、引き出しがないと喋れないこともあるから、やっぱお酒、ライブ中飲んで喋れるぐらい、やっぱ難しいだろうな。今ちょっと想像して思いました。やってみようかと思ったけど、ちょっとすぐに自分で否定しました。ダメかもしんないな。はい。はい。まあ本当に酒飲みながら、何言ってんだ、この野郎と思いながらね、聞いていただいたら嬉しいです。はい。いつかいや、そうそう、ちょっと思ったんですけど、僕この間東雲さんに、初めて、F1 のナイジェル・マンセルに似てるってなんか書かれた時に、なんかカメラが、ちょっと、このカメラですね。なんかね、顔が僕、黒いっていうか赤いんですよ。
色が見てて。で、思ったんですけど、別にナイジェル・マンセルがのんべえさんか知らないですけど、皆さんちょっと知らないとあれ、ちょっと脱線ですね。見せますね。ナイジェル・マンセル。初めて言われたので、マンセルの、あれ、画像出ますかねこれで。ちょっと今出しますね。いや、ちょっとマンセル出るかなマンセル出ました。マンセル。これ見えます皆さん。ナイジェル・マンセル。はい。どうも、小林カムイだ。懐かしいな。マンセルに似てるって言われた時に、僕カメラ見た時に、僕もちょっと髭ここちょっと生やしてって、もうちょっとこうちょび髭にして、で、顔がマンセル赤くないですどっか。はい。なので、ごめんなさい、すいません。これです。はい。また全然、はい。おやすみなさい。すいません、本当に脱線しちゃって。いつもね、だらだらやってるから。やっぱそうなんです、これ。そう。で、マンセル、僕見たときに、あれなんですよ、顔が赤かったから、この照明でより、で、のんべえな顔してません彼は。まあ、F1 レーサーでのんべえじゃないとは思うんですけど、はい。まあね、これからあれですかね、もうそろそろ、マンセル泥にしときますかどうせ。って思いました。はい。大好きなので、マンセルは、実は僕、マンセルは前、この間言ったんですけど、そんなに好きじゃない方だったんです。アイルトン・セナが好きな人は、きっと、最初、イメージとして、フェラーリ時代のマンセルは、荒っぽかったところもあったので、ヒットマンみたいなイメージがやっぱ出てたので、あれですけどね。はい。F1、いいですね、ここ。F1 四天王って書いてありますね。ネルソン・ピケと、マンセルと、プロストとセナですよ。いやー、本当に。またこれ脱線したら、本当全然いけないので、はい。ということですね。はい。じゃあちょっと進めますね。一人で脱線して。ノルウェーまで行きましたから。はい。新興国のブル3倍ですね。前からずっとお話ししてますけど、このブルベア商品のブルは、やっぱり基本値動き見ながらですけど、ブルだから上がると思うのは、原油とか、一時期の前のナスダックみたいに、一方的に上昇しているものに対してはめちゃくちゃ強いですけど、レンジのものに対してっていうのはもう本当に低減って言って下がっていく影響あります。だからこの新興国の ETF、構成銘柄は中国、台湾、韓国。このあたりが、ポートフォリオ中心ですけども、もう見ていただくとわかるように、新興国は、マイナスの方が強いです。はい。今日も、これ3倍なのでね、より下がりがすごいですけど、3% 下がっています。これは、長期で見ても、今のところ、長期って1年ぐらいですね。下がっていくんじゃないかなと思います、この商品。だから、中国が、韓国と台湾はちょっといいんですけど、中国がこの1年、もうなんか、レンジに、もしかしたらですけど、ボトムじゃなくてレンジになっちゃうかもしれないなって思ってきました。じゃあ、中国がレンジ相場だったら、このブルは下がりますよね。低減で。なので、これ、ちょっとまた皆さんもしショートができるんであれば、このショートを見るのは一つ手だと思います。新興国の ETF。はい。で、もろくそこれがロシアのブルはもうめちゃくちゃですね。これもう売り金だと思います。売り禁止だと思います。ちょっと待ってくださいね。これ、GMO のインフォメーション見ますね、今日の。
売り金になってると思いますけど、あ、なってましたね。あ、すごっ。ロシアの株価指数も売り金だ。これ今見えますかね、この取引注意銘柄っていうとこです。ロシアのブル2倍も売りが規制されてて、それからロシアの株価指数も売り規制です。当たり前ですけど、もうみんな売りますもん。はい、ぶん投げてますわ。これ、皆さんどう思います？プーチンがやってることが、ロシアの株価が、この、これいいさいね。状態？この状態ですよね。これって、ロシア人は怒らないのかな？やっぱりプーチン様なんですかね。19% ですよ、これ今日も。めちゃくちゃですよ、ここ。こんな、もしこれ、僕が投資家としてだったら、ロシアからも、国外から出ますね、これ。もうなんか仕事の関係でどうしてもいなきゃいけないかわからないですけど、ロシアで住みたいっていうか思わないと思うんですけど、反乱が起きないのかな？なんか、ロシア内の、あと、情報がないじゃないですか。ロシアの国民が、YouTube で出てるのかわかんないですけど、ロシアの国民が、今のロシアの状況を、どう思ってるのか？もし日本だって、あれですよね、株価が2万、今の6000の状態でも岸田さんボロクソ言われてて退陣しろとかめちゃくちゃじゃないですか。支持率もそうだし。ロシア今そんな状況じゃないですよね。だから人も抜けるし、お金も抜けるし、これでウクライナを取り戻したとしても、もう、ロシアはこのお金とか人を戻すのって、戻せるのかなと思うんですけど、このまま行くと2020年のこのコロナ、ここまで行きますよね。はい。なんていうかな、ロシア政権自体も、ロシアの国も終わっちゃうというかはい。と思うんですけどね。どう思ってんすかね。株価とか見ないのかな？もう自分の、なんか、お庭を守りたいことで精一杯なんですかね。すごいね。わかんない。僕世界観わかんないけど、日本人だったらこれ絶対もう怒りますよ、これ。怒るどころじゃないですよ。はい。国外から出ますね、これ。これぐらいのチャートでしてますよね。はい。プーチン怖いのかな？やっぱ。すごい。わかんないですけど。もうとにかくすごいです。はい。話は戻りまして、全く関係なくガンガン上がってる国があります。南アフリカです。これ、どうなってんすかね、これ。オミクロン関係なしですか、ここは。もう、本当にずーっと、今日も、今日はちょっと落としてますか。今日はちょっと落としてますね。はい。関係なしです。はい。頑張ってくださいって感じですね、南アフリカは。だから、変な話、ポートフォリオの中で、これから、アフリカ、インド、あと東南アジアっていう国も必ず、少しずつ見とくべきですし、こういうチャートを見て、少額でも買って、世界の動きを見るべきだと僕は思います。はい。南アフリカは分散するにはいいと思いますね。はい。それから資源の豊かな国のオーストラリアも、オーストラリアトンガの噴火から復活してきました。まだちょっと完全復活ではないですけど、一応戻してます。上昇トレンドに行けばいいなと思うんです。もうしばらく待ってください。多分、あんまり資源の関係があるので、逆にオーストラリアの需要があるから、鉄鉱石か、なんか、もしかしたらそういう受注じゃないですけど、オーストラリアに資源があるということで、ヨーロッパとかから何か
オファーがあったりとか、することもあるかもしれないですね。はい。という状態です。今日は上がってますね。はい。独裁政権ですからね。独裁政権ってどうです？もう、あと2、30年っていうか、例えば僕はもうあんまり政治家じゃないのでうまく言えないですけど、プーチンが亡くなった後のロシア、それから北朝鮮、まあ変な風に暴れなきゃいい、そのまんま、なんていうかな、資源がある国だから、資源のある国を上手に活かしたりとか、あとはロシアで言うとロシアの東側をどういう位置づけにするかですよね。あれ東側が広すぎちゃって、なんか寒い地域なので、土地はあるけど、なんていうかな。ただ広い庭っていうかあれが大変なんですかね。どっか、なんかうまくできる国ないんですかね。ロシアあと10分割ぐらいしてくれないんですかね。と思いました。広すぎます。広すぎるから、ああいう風になるのかなと思いました。本当に。はい。まあ、北朝鮮のはまた別ですけどね。ちょっともう、ナショナリズムはわからないので、まあ、私たちでは北朝鮮の思ってることとか考えてることが、やっぱりまだ北朝鮮っていうか、ね、理解できないので、何をもって人々が豊かになってないはい。豊かになってないのに、ね、社会主義的なものが何がいいんですかね。もう本当にわけわかんないです。もう理解できないと思う。日本人だと多分今理解できないかもしれないですね。はい。はい。それでは、シムディさんありがとうございます。お疲れ様でした。はい。すいません。失礼します。はい。すみません。あと、僕も10分ぐらいで終わりますのでね。はい。今日は一応、まだ心配だったところが少しね、大丈夫だと思うんで、最後にアメリカの相場もね、見て終わりたいと思います。コモディティですね。ドルインデックスがこんな状態。まあ、あんま変わらず。今、ドルインデックスはあんまり影響がないです。もう完全にウクライナの関係。原油戻りましたけど、今ちょっと落としたかな ?91 に来ましたね。91に来ました。落としたって言ってもまだ上昇トレンドに思いっきりいますので、全然わかりません。はい。100まで行くかもしれませんし、まだこれを完全にまあ、テクニカル上、こういうね、なんつう、逆三尊に見てはいけないと思います。これはまだ否定されると思いますね。上昇トレンドの方が強いと思いますね。逆三尊だって思われるんであれば、やっぱりこの90を割ってこないと、一回割りましたけどね、ここで。88まで。安心して割ったかもしれない。もう一回この、90を下がってこないと、はい、下落に行くとは言えません。はい。という状態ですね、原油は。90まで下がってきたら、トレンドが変わったのかな、と考えた方がいいと思います。まあ、でも92ですもんね、今。それから原油の、イギリス北海原油なんかもう上に行っちゃいすぎてます。はい。上昇トレンドで何回も試してます。ちょっと上昇トレンドの上がもう結構来てますね、これ。もうちょっとここか。ここまでは上に上がってますね。下がってきてるけど、まだ上昇トレンドの上。まだ上。これも、いや、同じですね。90まで下がってこないと、上昇トレンドが終わったと言えません。ここですね。サポートラインちょっと2本ぐらい、いいや、ここで。1本つけました。90、違うな。91点、今96です。91まで下げないと、まだ
上昇トレンドですね。はい。だからといって、これショートできないですよ。高いけど。わけわかんないですもん。ショートしてる人もいるみたいですけどね。でもなんか、チラチラと損切りされましたっていうのを結構、ポストプライムでも見ました。そりゃなりますわ。はい。もっとなる。危険ナンバーワン。天然ガス。わけがわからないけど、今でもわけがわからないなりにも、下落トレンドには差し掛かっています。下落トレンドには入ってます。はい。チャートチャートっていうかこの下落トレンドの引いたところには入ってるので、いや、でも予想できない。僕がもし、ショートを仕掛けるんだったら、ザラですね。5? 今、5、4.5 ですね。5.1? 5.1 のサポートラインまで上がってきたらショートしてもいいかなと思うんですけど、僕はどっちかと天然ガスはショート推奨派なので、ロング推奨できない。ロングだってこれ針のように上がってるので、ビックス指数みたいになってるので、ギャーンと上がるので、もう利確ができない。怖くて。どっちかとショートの方が下がってくる方がまだ下がってもみ合って、これ見えますか今の。天然ガスの動き。もみ合って、4時間足ですね。パーンと上がって、落ちてきて、パーンと上がって、落ちてきて、っていう、今見えますそうやって。なので、ロングすごい難しいと思うんですよ、僕。ここでうまくやらないと利益にならないじゃないですか、ロングは。ああ、また落ちたってなるから。だから、高い位置で差し値を入れて、ショート狙うならその方がいい。ただ、僕は長期投資というかを推奨してるので、この天然ガスのショート推奨ですけど、どこでやれとか、この、リスクリワードは書いてないです。この、やるなら 5.1 くらい、これ、とりあえず書くと、ここですね。これだけ入れとくか。このリスクリワード。ショートやるなら、まあ、ここだけ書きますね。天然ガス否定派。トレード否定派。ここですね。ここだったらショートしてもいいと思います。じゃなかったら、もう、トレードしない方がいいかなっていう感じですね。はい。それじゃあと少し引きますね。でもこの世の中、民主国家の方が少ないですよ。ああ、そうですか。あれなんですね、きっと。まだまだアフリカとかもそうですし、なんていうのかな。一部の権力のある方がコントロールをして、ね、人々が自由に、生活してるっていうこと。資本主義とか民主主義って、そうですよね。例えば投資をしている国とかだと、そうかもしれないですけど、投資をできていない国ってやっぱり多いですよね、世の中で。きっと、もうヨーロッパの先進国と、まあ、なんて言うんでしょうね。東南アジアだってもしかしたら、ね、カンボジアとかあたりもそうですし、まだ民主化運動とかしてるじゃないですかね。だから、東南アジアの人々だって投資をしてる人も本当一部だろうし、日本は多分投資をできる環境にあるけど、ただ金融リテラシーが少ないので投資をしてる人が少ないっていうだけで、多分国ごとで思えばネツさんの言う通りかもしれないですね。まだまだ私たちが、僕が死ぬ前までには、例えばアフリカとかが少し民主化になってきたりとかね、すればいいなって僕は本当思いますね。今の日本にいる環境がね、いろいろ言って恵まれてると僕は思ってるんですけど、それをやっぱりまだ感じることってきっと少ないと思うので、このね、投資を含めて、まあこういうことを、やれることがね、
すごく自由にさせてもらってて、いいことだなって本当に感じます。はい。ロシアの人とかきっと意見言いたいけど、もしかしたら情報操作もそうだし、どうなんでしょうね。本当にそういう人たちの気持ちってなかなか慣れないですよね。まあ、あとイスラム教とか、中東の方もそうですよね。はい。思います。なんかちょっとしんみりしちゃいました。本当にそちらの立場で考えられたら、今やってることって幸せだなと思ったりとかしますね。上がった下がったって言って、笑ってるわけですから。言いたいことを言ってるわけなのでね。はい。うん。ちょっとあれなんですよ。本当はね、僕この生きてて、もう一個やりたいことってもう一個あったんですけど、今なかなかこう投資とか楽しくなっちゃって、あれですけど、本当はね、東南アジアとか、やっぱアフリカとか、そういうところで、発展途上じゃないですけどね、で、数学を教えたいっていう思いが実はあって、前から。で、そういうこう、なんていうかな、表現とかもそうですけど、自分のこう教えたいこと。で、日本って、なんていうかな、もう自分で、ある程度こう揃ってるじゃないですか。教育についてとかも。調べれば YouTube だってあるし、自由に勉強できる。ただ、やる気がないだけなんですよ。与えられちゃってて。勉強。あと勉強のやり方もつまんないとかね。いろいろあると思うんですよ。で、やっぱ他の、なんかガッツある国じゃないですけど、見てると、そういうところに、教育とかをして、なんかもう将来こういうものになりたいとか。だって、日本の今中学生とかあれですよ。なりたいもの、YouTuber とかですよ。まあ、悪くないんですけど、何抜かしてんだと思ったりする部分もあるんですよね。もっと世の中のためにとか、自分のその自己実現のために何かやるとか考えたりしないのかなって。だからそういう国自体も今もう円熟化してしまっているっていうところで、僕的には自分の生涯をかけて、なんかこう、少しね、まだまだガッツのある発展と、だから僕はそこ投資をしている意味ってそこにもあるんですけど、東南アジアとかアフリカに投資したいなと思う気持ちはそういう意味も実は含まれてるっていうかね。はい。すいません。すごい脱線してしまったらちょっと思いが出てしまったんですけどね。なんか、本当はまあアフリカとかに行って、アフリカの子供たちとかで、まあお金が少しね、こういった余裕ができたら教えて、なんか、ちょっとなんていうのかな。数学とかが楽しいんだよっていうことがね、なんか伝わったら、ああ、生きててよかったなと思えるかもしれないなとか、今でも、まあ、幸せなんですけど、すごい。はい。そんな感じはありますね。はい。すいません。脱線しまくったので、もうなんかわけわかんなくなっちゃいましたけど、はい。あとちょっとだけやって終わりますね。はい。ソフトコモディティの方なんですけども、まあ高いです。小麦も、かなりいっちゃいました。はい。いっちゃいましたね。レンジだったんですけども、レンジからも抜けてきてますね。今、針のように刺してます。しょうがない。トウモロコシももういってますね。どこまで行くんだろうな。ちょっと本当にもう今、全然読めない。はい。下がってくる気配がないです。どうしようもない。僕ももうテクニカルがもういつもこうちょこちょこ上に上げてってますもんね。それから大豆ももう1600を超えてきちゃって、今ちょっと落としてますけど、でも1600キープしてるので、全く高騰を続けています。はい。上昇トレンドですけど。はい。まあ、本当に長く、俺もコーンちょっと本当後悔してますね。もっと証拠金入れて持ち続けてればよかったと思いますけど、ピュッと上がっちゃって利確しちゃったんですよね。大豆もそう。それから、豚肉がね、またずっとこう、高騰してるんですよ。めちゃくちゃ。
はい。これも珍しい動きしてますね。IG 証券でやってらっしゃる方、お肉もやってる方もいるかもしれないですけど、ちょっと証拠金が大きいので、ここ20万円か30万円用意しないといけないので、なかなか手が出づらい、銘柄ですけども、とにかくむちゃくちゃ上がってます。はい。インフレですね、もう完全に。アメリカのインフレがもう顕著に出てますね、これ。はい。じゃあ、最後まとめでアメリカの相場をチャット見て終わりたいと思います。結局今ナスダックとかはどうでしょうか。あ、結局あれですよ。プラスマイナスゼロじゃないですか。いろいろ言っといて、SP500 今マイナス 0.01 ですね。ダウの方も 0.39、ナスダックがプラス。まあ、ほとんど変わらずです。まあ今日は、なんか変なニュースがない限り、安心してくださいと。で、安心してって言っても、前も言ったように、SP500 は今4349なので、4400までまだ届いてません。それから、ナスダックも14000っていうところが一つ目安になるので、13500はまだ届いてません。という状態。2月の28日の時に、この2つが、その4400、もしくはナスダックは14000っていうところ届いてるかどうかっていうのが、まず長期でポイントかなと思います。ダウはちょっと下げてきてますけど、まあ、でも下がりは鈍いので、アメリカの相場は今は少しだけ落ち着いている感じはあります。明日以降ちょっとまた反発があるかもしれないですね。日経はもう下げて終わってるので、明日は反発するかもしれません。はい。それでは、木曜日なんですけども、サラさん、今、締めようとしてるとこだった。今日ね。そうだ、サラさん、ちょっと、相談というか、ちょっとごめんなさいね。3月の第2週目から、相場がサマータイムになるんですよ。で、これ本当に申し訳ないんですけど、この実況というか、火曜日と木曜日なんですけど、今の時間から40分ぐらいは早くスタートするので、きっと、僕の体力も2時間喋ると結構ね、背骨が痛いんですよね。もっとなんかほら、ラジオの DJ だったら曲を流してる間にちょっと休憩とかできるじゃないですか。これってできないんですよね、休憩が。では、僕のお気に入りのナンバー、チェッカーズのとかって、そうやって曲流せないじゃないですか。だから、ずっと2時間も限界なので、そうそう、背骨が痛いんですよ、なんかわかんないですけど。はい。なんで、多分ですけど、40分ぐらいずれちゃうから、もしかしたら火曜日と木曜日、早く終わっちゃうかもしれないです。12時ぐらいに終わっちゃったりとか、するかもしれない。だから本当に、もしかすると、土曜日に日曜日は、時間変わらないですけど、平日はちょっとね、朝早すぎちゃって難しいとこあるかもしれない。それだったら本当にごめんなさいね。っていうことを言いたかったです。で、今日、ちょっと簡単にまとめると、アメリカの相場とりあえず良かったかなっていうこと。ウクライナの関係いろいろありましたけど、ちょっと持ち直して助かった。だって火曜日言ってましたよね。相場見たくないとかって言ってませんでした？だから本当これ、今日少し良かったなっていう点。うん。から、僕が、どうも、F1 レーサーのナイジェル・マンセルに似てるっていう点今日はそんな相場でした。ということでお願いしますはい。それじゃあですね、すいません。木曜日なんですけども、多分、今日と同じようなネタになるかなと思います。もし、ウクライナとかの侵略の状況とかがだいぶ落ち着くんだったら、木曜日は
また特集組んでね、何か僕も例えば長期積み立てとかの、レバレッジナスダック100の検証とか動画とか、なんかこう、特集としてなんかお伝えしたいこととかやりたいことはあるんですけど、まず、それより、今の情勢見て、短期投資が難しいとか、長期投資はこれぐらいってお話しした方がいいかなと思うので、木曜日も多分今日ぐらいの感覚で、見てもらえたらなと思っております。はい。それではですね、背骨の痛いナイジェル・マーセルは今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。じゃあまた木曜日まだ冬時間っていうかですので、11時からやりたいと思います。じゃあニュースの方をちょっと出しまして終わりますね。はい。それではすいません。今日もありがとうございました。失礼いたします。